大丈夫かなと思うので、はい、どうもです。今回こちらのトミックスさんの旧型客車ですね。こちらにちょっとね室内灯を組み込んでいこうかなと思います。でこちらの方なんですけども、一旦実はテープ LED 試験的に組み込んだものなんですよね。こんな感じで、このトミックスさんの終電方式に合わせたスプリング、これ導線をねじって作っただけの疑似スプリングなんですけども、なかなか組みにくい部分があるんですよね。なのでこれをちょっと改良して組んでいってるんですけども、終電用のスプリング、これ導線巻いただけの疑似的なやつなんですけども、これを軽くちょっとカットします。一つこれを終電のクッションにします。この中で組み込むのに使う LED の方を、加藤さんの車両に使ってた LED を取り外した分があるんですけども、そちらを再利用して組み込んでいこうかなと思ってます。これですね、以前加藤さんの車両に床下にこれ無理やりこうねじ込んで終電させてたっていうタイプのものなんですけども、こちらの方を再利用して組み込んでいこうと思うんですけども、銅板が結構バネ効いてる部分があるんですよね。このバネの力とクッションに入れるバネ合わせてちょっと通電を安定させようかなと思ってます。こんな感じで折り曲げてしまいます。でこれがよしよし、広さ大丈夫な。で次にここですね、本来の終電のスプリングが入る位置に先ほどのカットしたこの疑似スプリングですね、こいつを突っ込みます。反対側にも同じように突っ込みます。そしてで今度これをそのままここへ押し込んで、こんな感じですね。この爪のところにダイオードを引っ掛けるような感じですね。終電を確認、こんな感じで大丈夫です。トミックスさんの LED って、実際ここにもう片先端がこう乗るような感じなんですね。なのでその形にちょっと加工します。ということで次に使うのはプラ板の方になります。もう雑にざーっとこの油性のマーカーですね、不透明のマーカー、全然透明の必要はないので直接オレンジに塗り込んでいきます。特に色変更必要なくて、電球色だったり白の LED のライトそのままで良ければ、プラ板だけをこの LED の方に当てるっていうような形で使っていきます。今回は電球色のオレンジでも明るいので、さらに1段階このプラ板でオレンジを追加して、ちょっとした遮光になるので、そしていつも使ってるこの粘着テープで LED の方にチップの間ですよね、両面テープを3箇所ほど貼り込みます。今ここにテープ貼ったので、そこにプラ板を合わせてこう貼ってしまいます。でこれで照明自体が安定した形になるので、次ここですよね。ここに既製品だったら綺麗に乗るんですけども、さすがにこのままだとまともに乗ってくれないので、また同じですね、先ほどの両面テープを使います。こんな感じで透明の両面テープを柱と柱の上にこう乗せる感じですね。そして再度組み込んでここに乗せます。よし、これでいけるかな。こんな感じですね。この形だとトミックスさんの
従来の室内灯と同じような感じで上に載せれるので、今までの室内灯、テープ LED 組んだ時ってここ屋根裏のところにテープ貼り付けたりとかしてたんですけど、その必要がなく組めるので、この形で結構安定して組めるんじゃないかなと思って、現行品の仕様に近い形で組み込んでみたっていうことで、これで完成です。レールの方で確認してみたいと思います。はい、ということで、レールの方に設置してみました。では電圧上げていきましょう。こんな感じですね。ちょっとオレンジきつすぎる気もするんですけど、多分大丈夫でしょう。こんな感じで、ちらつきがちょっと気にはなるけども、多分大丈夫かなと思うので、ということで、今回の動画はトミックスさんの現行品の仕様の、テープ LED 組み込みで、できるだけ既製品に近いような組み込み方ができるようなちょっと加工っていうことで、テープ LED 側に、プラ板を固定して、そして客席の上に乗せて使えるような形にというので、ちょっと加工の方をやってみました。こんな感じで鉄道模型に関する動画投稿していってますので、鉄道模型興味のある方、チャンネル登録いただけるとありがたいです。ということで今回の動画はここまでとなります。どうもご視聴ありがとうございました。